私にとっての飛騨高山は、まさに遊び場そのものなんです。北アルプスとか高い山に囲まれたこのロケーションには、年中いろいろな自然の遊びがあるんですけど、中でもやっぱり渓流でのフライフィッシングは自分にとって特別なものがあって、それは単なる遊びというよりは、川に対する敬意と魚の無事を祈ることなんですよね。全国的に渓流の魚は減っているんですけど、この飛騨高山でも例外なく魚は減っていると思います。私はリバーフィッシングガイドなので、日本人だけじゃなくて、海外のゲストもよくご案内するんですけど、それが熟練のアングラーであっても、日本での釣りにはとっても苦戦されるんですね。彼らはイワナとかヤマメといった日本の固有種を釣ってみたいという願望が強くて、私もそれに全力で応えようとするんです。でも、日本の渓流魚特有の警戒心の強さが釣りの難易度を高めているというのもあるんですけど、やっぱり魚に対しての釣り人の数が多いという日本の独特の問題点をガイドとしては感じています。じゃあ、魚をたくさん放流したら解決するかというと、そうではなくて、実際には種を支えているのはほとんどが天然魚なんですね。だから、そんな天然魚が命をつないでいける環境を維持することが重要なんです。
自分にとって釣りっていうのは、釣れても釣れなくてもどっちでもいいんです。重要なのは、その日幸せで楽しい時間が過ごせたかというところだけですね。でもやっぱり若い頃は、とにかく大きい魚が釣りたいという気持ちが強くて、しびれに糸を釣りに行ったり、大岩のを求めて山岳渓流をさまよったり、現在に至るまでまさにさすがの釣りバカですね。自分がフライフィッシングを始めた時代っていうのは、海外からの影響とか憧れが大きくて、必然的にその足が海外への釣り場へと向かっていったんですね。中でもニュージーランドは自分にとって第二のホームと言えるほど通い詰めた場所で、その壮大なロケーションとか、大型のレインボートラウトやブラウントラウトには今でも愛着があります。でも、今の日本ではレインボートラウトとか、ブラウントラウトはものすごく悪者扱いされるようになりましたよね。もちろんこれは日本の自然環境に対する意識が大きくアップデートしたいい結果なんです。だけど外来魚に対するあまりにも過剰な嫌悪感とか、それを見ていると、そこには何とも言えない思考停止的なものを感じることがあるんです。ブラウントラウトは海外のゲストの自慢話に一番出てくる魚で、私はあまり釣ったことがないんですけど、ニジマスに関してはいつも楽しませてくれる親友といった感じで、いなくなっては寂しい最高のパートナーですね。ただ北米とかニュージーランドで親しまれている魚たちが、近年日本でこれほどまで敵視されるのは、フライフィッシャーマン的にはちょっと複雑な思いがありますよね。
ラウントラウトはものすごくもっとパワフルで生命力にみなぎってるんですよね。そのパワーと生命力に取りつかれて海外まで追いかけた魚が今こうして日本の一部の川で出会ってしまうっていうのは、人間の生き様というのが良くも悪くも魚の生き様の上に成り立っているんだなということを実感します。私は漁協の組合員でもあるので、その立場から言うと、ブラウントラウトに関しては川の生態系への影響から常に注意が必要で、残念ながら過去には駆除してきた経緯もあるんです。でもニジマスは現状維持で問題なくて、基本的には放流しなければいなくなります。ただもっと深刻なのは、場所によっては繁殖力の強い外来種でさえ増えることができない河川環境になっていることが問題なんです。そして漁協の考えは、残念ながら天然のトラウトの保護よりも鮎をたくさん放流することが最優先になっている。この考えは漁協の目先の運営には正しい選択かもしれないですけど、本当に尊いものは失われていくと思います。だから私はね、この飛騨高山の素晴らしい自然に対して、地元の子どもたちにこそその価値をもっと知ってもらうべきだと考えているんです。近い将来、地元で子どもたちを対象にしたフライフィッシングアカデミーを作りたいと思ってます。釣りの楽しさはもちろん、正しい自然環境の知識を教えたり、そして何より自分たちの故郷の自然を大切に思ってもらいたいという願いがあります。そんな意識が広まれば、きっと飛騨高山は、在来種も外来種も共存する、そうですね、世界有数の天然トラウトの聖地になってますよ。私にはそんな夢があります。